RX7 のタイプ R バサースト R RE やメミヤ N12005 年モデルのフロントバンパーエアロになってます。これナイトスポーツのツインコアスーパー U インタークーラーこのレーシング GT18 インチある。はい、よし君こんにちは。こんにちは。はい、1月この動画を撮るのは第3弾になるわけですね。はい。3弾なんですよ。1個目が S2000 でしたね。はい。でその次が S660 でしたね。はい。で3つ目がこの車。RX7。はい、RX7 です。はい、大丈夫ですか。はい。っていう感じで、やっていきましょう。今日はですね、もうこのパッと見た目でめちゃめちゃかっこいい仕様の1台を紹介させてもらえればと思います。まあとはいえこの車実はですね、いつだっけな、多分ね9月10月ぐらいにはもう実はあったんですよ。はい。あったんですよ。でしばらくホームページ実は上げてなくって、はい、でメンテナンスとかをちょっと近所の専門店さんに出させてもらって、ちょこちょこっと整備してで年末ぐらいにホームページアップしたような感じかな。はい、っていう感じなんですけれども YouTube はちょっとまだ出してなかったので、はい、ずっとね車庫の中に奥にしまってた車なんですけれどもちょっと出して撮影しようかなという形で、はい、で今日は、これの車の紹介の動画もそうですけれどもマフラーのねいつもやってるそうですね、走行動画も、撮影したので、そちらも合わせて見ていただければと思います。はい、で、車の内容をざっくり説明すると年式はですね、2001年式平成でいうと13年式になりますね。で走行距離が11万キロの、RX7 で、ここのステッカーを見ていただくと分かるんですがグレードはタイプ R のバサースト R、はい、R が2つもつくと2つもつくと気合入ってる車でございます。はい、で外装も、見たまんま、エアロついてオーバーフェンダーついて、アドバンの18インチとか入って、中身もですね、しっかりやってある車と。特別仕様車で中身もしっかりやってあって、外装もめちゃめちゃ綺麗っていうのが入ってきましたので、はい、今日はそれを紹介させてもらえればと思います。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあやっていきましょう。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、ジェシーが改めてやっていきましょう。はい、本日紹介させてもらうのは、改めましてですけれども平成13年式2001年式の、10月登録 RX7 の、グレードがタイプ R バサースト R という形の車になっていて、走行距離は11万200キロだけど、市場で僕100キロぐらいしたんで今11万300キロぐらいになってるかな。で車検は、今年の12月まで、ほぼ丸1年残ってると。で、修復歴はなしという形のお車になります。はい、はい、でヨッシー君この車はですね、はい、さっき言ったように、タイプ R バサースト R っていうグレードになっていて、はい、よし覚えてるかな。RX7 って馬力が何種類かあるってお話しましたよね。何種類っていうか2種類かグレードによって馬力が違う車なんですね。はい、はい、でこの車はベースのグレードはタイプ R になります。さあ何馬力でしょう。ノーマルでね。馬力って何でしたっけ。馬力って何でしたっけ。どういうことだよ。ですね、いいや、もう聞かない、失礼しました。280馬力です。280馬力。はい。タイプ RB っていうグレードに関しては265馬力なんですけれども、はい、型によってちょっと違うんですけれども、この年代の方はタイプ RB は265馬力。タイプ R とかタイプ RS とか、タイプ R をベースにしたグレードは280馬力っていう形で、はい、面白いよね。その同じ年代に出ている車なんですけれども、で積んでるエンジンは基本的には同じにもかかわらずグレードによって馬力が違うという、そういう仕組みになっています。オートママニュアルで馬力が違う車とかっていうのはあったりするんですけど、同じマニュアル車でも馬力が違うっていうのは結構特徴的かなと思います。はい、で、さっき言ったようにこの車はタイプ R が頭につきますので280馬力。はい、で、バサースト R っていうのがついてますよね、グレードに。はい、でこれはね特別仕様車限定車なのかなっていう形なんですよ。はい、当時限定で、500台限定で作られた車で変わっている部分は実はちょっとで、これ車庫帳にもう変えちゃってるんだけどサスペンションが変わっていたりとか、はい、さっき言ったデカールステッカーですね、ここですね、はい、ここにステッカーがつくかつかないかとか、はい、あとは先に内装見せちゃいますけれども、ここの、ドアとかメーター周りとか、はい、ここら辺にこのカーボン調のパネルがつく、はいはい、これがバサースト R の特徴で、この車シフトノブ変わっちゃってるんだけれども、はい、このサイドブレーキのこれ
これもバサースト R 専用装備、まあでもオプションで設定あるんだよね、マツダスピードでね。はい。でのと、本当はこの柄と同じのがシフトノブにもつくと、はい、いう形なんですよ。なんで、実はねそんなに大きく差はないんですけれども、はい、まあとはいえ限定車という形になっております。はい、で色の設定がね青と白とあとねサンバーストイエローっていう黄色があったんですよ。はい、でその黄色は確かバサス R 専用だったかなっていう感じなんで、はい、まあ、バサス R のイエローとかになるとめちゃめちゃ値段がスコーンって高くなるみたいな、かなりド派手なんだけどね。はい、っていう感じになってるんですけれども、まあ、この車はさっき言ったバサスト R の、白という形になってます。このバサーストって何だと思う？聞き慣れないでしょ？いや、わかんないです。わかんないよね。全然わかんないです。バサーストって、オーストラリアの地名なんですよ。あ、地名なんですか？そう。これね、そう、バサーストっていうね、まあ、東の方のオーストラリアの場所なんですね。はい。要は、オーストラリアにも実は RX7 売ってます。売ってるんですよ。で、あと、じゃあなんでバサースト R っていうのは作れたかっていうと、そのオーストラリアでのレースで勝った記念の車で作られたらしい。はい、あ、そうなんですね。だからいろんなそのねタイプ R とかいろんなそのグレード名っていうのがあるんですけれども、バサーストってなんだろうっつうと、実はオーストラリアの地名の名前でしたと、はい、っていう形でございます。なんでアメリカもそうですけどオーストラリア人の方 RX7 結構好きな人多くて、はい、で実際に去年だね、もう今年変わったんで去年ですけれども、うちもわざわざオーストラリアからうちの RX7 買いにいらっしゃったお客さんもいるので、はい、スピリット R タイプ B かをご購入いただいたんですけれども、女性の人なんだけど 34GTR2 台と7も1台別に持ってて、はい、でさらにもう1台そのスピリット R 買って8万7は持ってるので、ね、はい、もうちょっとお金の規模は違うんですよ。すごいっていう感じでございました。じゃあ早速、まあ、これだけいろいろなカスタムパーツついてるんで、ちょっと細かく紹介していくんですが、一個一個やってるとめちゃめちゃ時間かかっちゃうので、また今回も例に倣ってさっといきます。はい、まずはですねフロントバンパーですね。はい、これはですね、RE アメミヤの N12005 年モデルのフロントバンパー、はい、エアロになってます。かっこいいですね。でちょっとここね割れがあるんですけど簡単に直せますので、そうですね、はい、気になる人は言ってもらえればと思います。で、まあ、これはフロントでしょ、はい、でサイドに関しては、ワイドフェンダーワイドボディになっていて、はい、ここのフロントフェンダー左右とあとリアのこのオーバーフェンダーですね。これは藤田エンジニアリングの、はい、オーバーフェンダーがついていて、はい、でこの車確かね公認も取ってたかな、公認というか記載変更かなんで、ワイドボディで普通に車検も取ってるという形になっております。はい、あとは、カーボンのサイドステップとかカーボンリアウィングとかついてたり、あとはなんといっても、アドバンスポーツのホイールですね。アドバンレーシング GT18 インチ R がついていて、でタイヤも横浜アドバン A050S タイヤ。街乗りちょっとこれあんまおすすめしないです。あ、そうですね、サーキット用のタイヤですね。結構ゴリゴリ言いますんで。普通に街乗りする方は普通のラジアルタイヤに変えた方がいいと思いますけれども、はい、フロントが2653518だね、はい、でリアはですね295を入れてるんですよ。かなり太めのタイヤになっております。でねタイヤもまだ新しいのと、2021年か、はい、ですよね。でホイールに関してもここに書いてあるんですけど2020年、はい、2020年です。そうだからまたタイヤホイール新しくて傷もなくてめちゃめちゃ綺麗、リムの裏までめちゃめちゃ綺麗みたいな、はい、そういう感じのお車でございます。で車庫調に関しては、HKS の、ハイパーマックス 4SP だったかな、はい、GT じゃなくて SP の方だよねが入ってるんですけど、これはねちょっと古くてへたってるかな、はい、気になる人は多分足回りリフレッシュと一緒にもう車庫調は変えちゃってもいいんじゃないかなっていう感じです。はい、でもまああんなもんかって感じかな。でこのカーボンフラップも目も綺麗で、ちょっとここクリアの粗いところがありますけど、はい、白のボディに白のホイールっていうのはまたかっこいいですね。センスいいですね。ここまで OK ですね。はい、で、マフラーはリアマフラーが富士壺のパワーゲッターっていう結構太めのリアマフラーがついていて、で、触媒がナイトスポーツの、スポーツ触媒、はい、でフロントパイプはねちょっと、ね、メーカー分かんなかったです。入ってるんで結構そこそこ音はうるさいという形になっております。外装は一応こんな感じで、フロントバンパーアメミヤ、オーバーフェンダーは藤田エンジニアリングつけて、あとは細かいのちょこっていう感じでやってあると
いうイメージです。でもそれだけでもだいぶかっこいいよね。かっこいいですね。はい。で足回り、あとはあれか、クスコのスタビとかも入ってたりとか、結構キャンバーつけてるんだけどね。はい。一応そんな感じの仕様になっております。はい。じゃあ続きまして内装いきましょうか。はい。はい。内装はね、意外とノーマル。はい。この間YouTube でご指摘いただいたんですけど、白メーターと黒メーターがあって、あれこれグレードで違うんだっけな、なんだっけなみたいなお話をさせてもらってたら、コメントで6型は全部白メーターらしくてですね、あ、そうなんですね。はい、勉強不足でした。なんで、ホワイトメーターはこれ純正で、さっき言ったようにタイプ R バサスト R のカーボンパネルね、はい。これも純正でついてますと。で車外でついてるのはさっきのシフトノブ、ちょっと座っちゃうね、はい。ここのシフトノブと、はい。ナビゲーションね、はい。ドライブレコーダーね、さっき撮影しててはい、ピー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 って言ってたから切っちゃってるけどさ、とあとは、ラフィックスの、クイックリリースね、シュッと外してね、はい、こんな感じとナルディのハンドルと、ブーストメーター、こんなもんかな。はい、であとはパワー FC 入ってるんで FC コマンダーがついてるという形でございます。こんな感じでございました。はい、で次、結構早いね。なんかサクサク終わりそうだね。そうですね。なんかこんなにいい車なのにちょっと早く終わるとちょっともったいない意外ともったいないけど、まあいいか。よいしょ。はい。エンジンルームはこんな感じになっております。そうで、エンジンルームに関してはチューニングでいうとさっき言ったパワー FC が入ってて、でエンジンルームは、これナイトスポーツカーのツインコアスーパー U インタークーラーっていうのが入ってると、はい、あるいはアメミヤのセパレータータンクね、はい、が入ってたりとか、あとはエアクリーナーもこれナイトスポーツかなの、スーパーインテークシステムっていうのが入ってて、でこれ開けると中にフィルター入ってるんですけど、エアクリーナーのフィルターも変わってると。細かいのでいうと車外の、エンジントルクダンパーが入ってて、あと燃料ポンプも、透明の燃料ポンプが入っているという形になっております。あとバッテリーも、これ多分取り付けでの時に一緒にやってんだろうな。バッテリーもトランクの方に移設されているという形なので、エンジンルームにはバッテリーはないという形でございます。 OK ですね。はい、はい。で多少汚れはあるものの、錆とかそんなにないので、はい、全然状態としてはいいんじゃないかなと思います。結構ね、セブンね、洗車するとよくわかるんですけど、ここら辺に結構水たまるんですよ。雨もそうかな、もちろんね。こっちね、こっち側の裏側ね。そうで、これもちょっとネジの部分錆びちゃってるところはあるんだけれども、はい、結構オークション会場とか行くともうここズタズタズタって錆びまくっちゃってるのがたくさんあるんですけれども、はい、これはまだネジちょっと錆びてるぐらいなんで全然いいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、うん、こんな感じでございました。はい、OK ですね。はい、ちょっとじゃあエンジンかけてみましょうかね。いきますよ。はい。こんな感じでございます。はい、アイドリング安定してて、吹き上がりも問題なくって、はい、白煙黒煙もセブンにしては珍しく全然出ない車っていう形で、調子はいいと思うんですが、はい、例のごとくプラグはかぶってます。これね、さっきさ入庫してちょっとメンテナンス出したっていう話したじゃない。はい、で圧力センサーのつけてる数値とかが設定が違ったのかな。はい、で初めちょっとなんかね、ターボの効き方がね若干違ったんですよ。はい、でそれでなんだろうっつって工場を出したような形で、はい、なんだセンサーの設定が間違ってたんだみたいな話だったんですけど、はい、その時に、はい、今レーシングプラグ入ってるんですよ。はい、で純正プラグ一緒に戻そうって戻してねっつって渡したんですけど、はい、いろいろチェックしてる時にまたレーシングの方のかぶってる方のプラグに変えてチェックしてて、はい、いや元の状態でチェックしないと分かんなくなっちゃうね。はい、でチェックしてでそのまま戻ってきちゃったんで、プラグはね今レーシングプラグがとりあえず入ってて、はい、で若干かぶり気味になってます。はい、でじゃあうちでノーマル戻そうかなって思ったんだけど、いつも何度も言うようにここ何回かやってるとまたすぐかぶっちゃうんで、はい、納車前に直せばいいやっていう形にしてありますけれども、はい、ただそんなに極度にかぶってるわけじゃないんで、はい、全然調子はいい方じゃないかなというふうに思います。でマフラーの音も
結構大きいよね。大きいですね。なんだろうね、このアイドリングが静かで吹かすとうるさいっていうのじゃなくて、はい。もう鼻から結構うるさい。この時点で。この時点で結構うるさいもん結ね。構。で今電動ファン回すからエアコンを入れてあるんだけれども、はい。じゃあちょっと吹かしますよ。はい。こんな感じですね。どう白煙黒煙出てた？そんな出てないでしょ。そんなには出てないです。ねはこんな感じです。い。はい。そうでまあセブンはねいつも何度も言うように結構難しい車、はい。これは多分皆さんご存知の通りっていう形だと思うんですけれども、エンジンかけたてで多少白煙黒煙出ちゃうのは、まあ、ある程度もうこの年式この距離だからしょうがないかなっていうのはあります。まあ、これ、はい、結構少ない方よ。はい。もっとひどいやつはもっとひどいんですけど、はい。ただ逆に注意してほしいのは常時白煙黒煙出てる車、はい。特に白煙の方かなとかだともうオイル食っちゃってるような感じはい。になるので、多分圧縮測るとだいぶ下がってるんじゃないかなっていう感じだと思うんですけどね、はい。そこら辺は注意してもらえるといいと思います。で、まあ、うちはね残念ながらロータリー専門店じゃないのでここから先の深いところはあんまり知らない、はい。あんまり知らないんだけれども、さっき言ったように、買う時結構注意してるのはそこかな。まあ、アイドリング安定してますかとか、基本的なところはあるんだけれども、結構さっき言った白煙黒煙が、まあ、かけたて久々かけた時は、まあ、ある程度はしょうがないよねっていう話の中で、でもやっぱり10分ぐらいして何回かふかして中に溜まってるオイルなりこう取れた時取れてるにもかかわらずまだ延々と白煙が出続ける車、はい。これなんかはもう多分圧縮ダメかなみたいなはい。っていうふうには思ったりとかするので、そういうところは一応気をつけて買ってるようにはします。はい、で、この車に関しては、まあ、さっき言ったように、そこら辺は問題ないよねっていうのと、圧縮も測定させてもらってて、いくつだったかな、まあ、ホームページ載ってるんでちょっと見てください。はい。一応そんな感じでございます。あとはまあ下回りなんかに関してもかなり綺麗なので、はい。よ潜ってもらって見えるかな。はい。まあこんな感じでね。はい。まあまあ綺麗なんじゃないでしょうかっていう感じですね。はい。マフラーはこれ錆び止め多分塗ってると思うんだよな。うん。とかあとはじゃあ、ジャッキポイントも見えますかついでに。はい。見えるかな。隠れちゃってわかんないかな。わかんないね。わかるわかるあるわ。この裏なんですけどね。まあ全部ちゃんと残ってるんでいい感じですよ。ああ、はい、そうですね。はい。であそこはね蛇腹巻いてあるじゃん、テープみたいのがさ、だから熱対策でフロントパイプに巻いてるんですよね。はい。うん。はい、じゃあよし君、はい。今日はですねこの特別な RX7 を紹介させてもらいました。改めましてですけれども、年式2001年式平成13年式の、グレードは500台限定のタイプ R バファースト R、走行距離が11万キロ、車検は丸1年ぐらい残ってて修復歴はなし、シフトは5速マニュアルという形でございました。はい、であとそうだ、さっき言い忘れてたんですけど、まあ、これだけいろいろいじってるのとプラス、はい、メンテナンスもねこの車しっかりやってあって、はい、手元に残ってる資料でいうと記録簿、点検の記録簿ね、はい、が9枚と、はい、あとマツダでね、結構ちょこちょこ部品頼んだり細かい整備とかやってるんですけど、はい、それの整備納品書に関しては27枚残ってるんで結構残ってるんですよ。でこれホームページに写真上げてるんで、その写真ちょっとここら辺に挟んどいてもらえるといいな。であとはね社外品の保証書なりなんか説明書とか、ナイトスポーツの触媒の車検用の書類とかもありますし、はい、あとはうちで入庫した後にさっき言った点検なしだよねっていう話しましたけれども、はい、その時のね明細書とかもあります。コンプレッションチェックやった圧縮測定ねやった書類とかもホームページに上がってるので、はい、ぜひそちらも見ていただければと思います。はい、だから結構ねこの車に関しては、まあ、外装きれい修復歴なし調子も良くてメンテナンス記録とかも残ってるんで結構言うことなしなんじゃないかなと思います。はい、
OK ですか。はい。はい。じゃあそんなところでございました。あとはあれね、ぜひですねこの車のマフラーサウンドね、はい。マフラーサウンド動画も作ってありますので、はい。ロータリーのめちゃめちゃいい音をしてますから、そちらの動画を見ていただければと思います。じゃあこんなところで本日はありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。